なんで女性なのにフェイクブーブつけてるんだと。分かんなくなってきたなとかなったら、坂東玉三郎を見たり、お客さん会いに行って、ちょっと一杯やろうやとか。こっちに来た時に、セザール・バレンティノっていう80年代のボーグダンスのアイコンの方がいらっしゃって、とりあえずニューヨークを見てみようってことでダンスシアター行ったら、その方のクラスがあって、ちょっと習ってみたい、めっちゃ有名な人じゃないと思って習ってったら、彼にやっぱ刺激を受けて、じゃあ私こんなドラァグクイーンの格好なんていやできるわと思って、やると思って、それでやって、どんどんやれって言われて、またせで、はいやりますって言って、それでドラァグクイーンとして彼がいろいろと教えてくれて、そういう世界も見せてくれて、ドラァグクイーンが競ったりとかするやつ、はい、先生主催の大会にも出て優勝して、女性なんですけどね、女性なんですけどドラァグクイーンをやるっていう。でも別に珍しくないですよ。少数ですけど、マイノリティですけど、すごいいます。多様性面食らいましたよ、さすがに。なんだって、私したかったことここだったら普通なのかみたいな。アメリカでもなんで女性なのにフェイクブーブつけてるんだと、もっとか、それはあります。女を演じるのにどれだけ研究するか。なおかつドラァグクイーンが追い求めてる女の人っていうのは非常に女性性を拡張してますよね。大げさに表現、あなたが思う女性らしさっていうのを結局追求してるわけですよって言ってる割に、女性らしさを表現するためにドラァグクイーンをやってるわけですよ。皆さんそれぞれの価値観なんですけど、だったら私が私の理想とする女性を追い求めて何が悪いんだろうね。はい。パターンがあって、それこそ笑わせるのが得意な人、本当に女かと思うぐらい美しい人とか、容姿端麗な人とか、いろんなのがあるんですけど、シニョンの場合は一応ファッションの美なので、汚いことはしないっていう条件があります。あとはもうこの世の悲しみと喜びを美の中に込めてってモットーがあるんで、だから美しいことオンリーだけを見ようとは思ってないです。だから世の中でおかしいなって思ってることとか、悲しいことも全部一枚のこの枠の中で美しいなと、綺麗だねと言えば、もうすごい地震が起きてたくさんの方が亡くなった、その悲しみを表現しているのでさえも美しいと。荘厳さ、品、エレガント、セクシー、エレガント、ゴージャス。それをなのでよりどころとしてるのは、例えば防具であれば1920年代の防具を参考にしてます。その品とか荘厳さっていうのを一つインスピレーションの含めて作品、小説とかも含めてカルチャーの部分、能とか歌舞伎とか、分かんなくなってきたなとかなったら坂東玉三郎を見たり、そういう伝統的なものっていうのは積み重ねたものなので、ポットでじゃないんですよね。その積み重ねたものからヒントを得て、ポットであれですけど、私みたいな表現者だとどうなるのかっていうところを、一アーティストとしてそのチヤホヤするとかじゃなくて、そのちゃんとステージに立つ人間として尊敬を持ってくれます。はい。すごい小さいバーでも芸に対して、芸能に対してのリスペクト度がやっぱり違います。その代わりアメリカ人はもう面白くなかったらもうみんな帰りますからね、本当。その代わりやっぱり素晴らしかったら、私が日本人だろうが女だろうが構わず、そんなの構わず本当に素晴らしいって褒めてくれます。よかった、悪かったらダメ懐は深いです、めちゃくちゃね。の割に実力者を愛するっていうか、その本当に力ある
アーティストに対しては、スタンディングオベーションだって惜しまないじゃないですか。その人が売れてなくても。すごいってなったら、もうこうやって拍手してくれるじゃないですか。それが嬉しいです。ハドソン川の近くの埠頭のところでやる、すごい大きいボールなんだったかな。東海岸最大級の。はいはい。行った時も私、ただ遊びに行ったんですけど、大会が終わって、で、初めて出たから、すごい嬉しかったから、その時の、お友達と一緒に、こんな風になって、プライドシーズンでこんな風になってるお友達と一緒に、そのボールに行ったんですよね。そしたら、多分参加者だって思われて、本当のドラッグクイーンだって思われて、出るドラッグクイーンだと思われて、はいはい、私は違う例にどんどん友達はなんか向こうに行って、あーみたいな。どんどん違うレーンにこう押し出されて、NGO 団体のプレスのところにポンと押し出されちゃって、カメレオンですみたいな感じで、キニオンザカメラ、オーケー、シナのカメレオン、ポーズしてみたいな感じになって、ってやってるわ、それがプレスに乗っちゃったんですよ。それが私のクイーンデビューです。その代わりいろいろと私は知らないことだらけだったんで、セザール先生がいろいろ芸の世界とか、歴史、ドラッグクイーンの歴史とか、そういうのも全部教えてくれました。言われたのは、いいねの数に比較してコメントが多すぎると。そう。みんなシニョンに構ってもらいたい人が、それでいいなと思うんですよ。だっていくら有名な人にコメントしたってコメント返ってこないじゃないですか。心情なんですけど、全員に返してるんです、コメントを。だから、時々コメントが、いいねが30とかしかなくても、コメントだけで48とかなる時があるんですよ。人となりが分かることをできなくて、何がアーティストだって思ってるんですよ。私だけじゃなくて、やっぱりレクション先輩方いろいろおっしゃってますから、私もそう思うってだけの話です。2時間配信してて1回しか水が飲めなかったりとかね。その代わり2時間って決めてるんですよ。ステージなのであれは。ワンマンライブです、あれ。最近アメリカに来てやっぱりだからそうやって周りが多様性を認めるとか、私を助けてくれたし、だから今は自己肯定ができるようになったんですけど、まだまだだっていう気持ちが強すぎて、でもなんかそれが今のコミュニケーションに役立ってるってところはあるの。選ぶるわけでもなく、なんか上から目線で、なんかあんたこうだからよみたいなことを言うことも、言い方はそうかもしれないけど、心からそういうなんか蔑んで人をジャッジしたりしてるわけではないんで、一回自分が底辺って言っていいのかわからないですけど、自分が厳しかった時代があるから、でもそこは配慮できる。YouTube でご覧になったかわからないんですけど、青い連携メッセージリレーっていうのが、みんなさ、つってここでみんなお互いに助けた、私もみんなから助けられたしって、ここにいない人たちにもその言葉のプレゼントをあげないかっていう話になって、17とかそういうプラットフォームに助けられた身として、人のポジティブさっていうものも広げられるツールだと思ってるんですよ。私も本当に助けられてますよ。本当に。リスナーさんに。そうですね。豊かな気持ちにするのがアートだと思ってるから、人を傷つけるようなこととか、やっぱりそこで自分の感情であるとか、自分の何かを知ってもらいたくてやる、表現するっていうのは、それはあなたが好きにやればいいことで、人のためのアートかっていうとそうではないって私は思ってるんですよ。だからそれを自分で体現するために歌作ったり、17で喋ったりしてます。せっかく生まれてきたんだから、祭りじゃって言ってるんです。祝えいつもわーってなってるのは。それは意識してやってますよ。カメラワークとかも。パソコン2台とか、キーボードは曲作りで、ミキサーとかエフェクターとかそういうのをやってます。もう財産ですね、私にとって。ずっとコロナで日本に帰れないので、日本に帰ったら縦断ツアーですね。だから沖縄までいるんですよ、お客さん。
お客さん会いに行ってちょっと一杯やろうやとか、そういうオフ会って呼んでるんですけど、そういうやろうやってそれだけを楽しみにしてる人もいるんです。だからそれはありますし、アメリカでもやっぱりちょっと偶然なんですけど、日本語の曲が相次いでるので、ちょっと英語の曲も出したりして、アメリカでもちょっとちゃんとやりたいなっていうのと、これからも日本と本当ね、アメリカにいるので、アメリカの架け橋になれるように、それこそコロナとかなくなればステージにバシバシ立っていきたいなって思ってます。